皆さん、こんにちは。多分予想されていたかと思いますが、今夜は寝台特急サンライズ瀬戸に乗車いたします。今から高松まで時間の都合上、特急うずしおを使うことにしました。もし、うずしおが国鉄のキハ181だったらもっと幸せになれたんだろうね。17時17分、高松からやってきた特急うずしお21号が徳島駅に入線してきましたよ。こちらが折り返しで特急うずしお24号になります。これに乗車して、いざ高松へ出陣じゃ。17時24分、特急うずしお24号が徳島駅を出発です。前面から見る吉野川のトラス橋、迫力あっていいな。池の谷駅の Y 字の分岐が見えてきました。左側は高徳線、右側が鳴門線です。山間部に入り、阿波大宮駅を通過、高徳線最大の難所、大阪峠越えに入ります。大阪山トンネルが見えてきましたよ。うずしおのディーゼル音が車内に響き、トンネルへ吸い込まれていきました。大阪峠を越えたら、右側に瀬戸内海が見え、そして讃岐相生駅を通過です。瀬戸大橋線、予讃線、高徳線の3つの路線が並列し、高松駅に入っていきます。18時30分、高松駅に到着です。今回お世話になった列車は特急うずしおの2600系気動車でした。高松駅にはバイキンマンとアンパンマンの椅子がありました。記念にアンパンマンのスタンプを押しました。まだ寝台特急サンライズ瀬戸が入線するまで時間がありますので、夕飯を食べに行こうと思います。お気に入りのうどん坊に行こうと思ってましたが、営業時間外でアウトでした。そこで駅に近いマリタイムプラザにあるゴーヤ式で天丼セットをいただきました。案外美味しかったです。マリタイムプラザのお土産屋さんにみきゃんちゃんのぬいぐるみくじがありました。もちろん引いてませんけどね。高松駅に戻ってきました。夜になるとネオンが素敵です。サンライズ瀬戸は何時入線ですかと聞かれることが多いので、ご案内が貼られていました。高松駅は投炭式ホームといって行き止まりのホームです。なんか終点駅は旅情があるように思います。電光掲示板にはサンライズ瀬戸21時26分東京行きと出ていました。もうドキドキワクワクする時間です。20時56分、待ちに待った寝台特急サンライズ瀬戸の入線です。シャワーカードを購入するため、11号車の乗車位置から撮影です。シャワーカードの販売は10号車ですが、車両の構造上11号車から入る方が早いのです。これは暗黙の了解なのです。2番目に並んでいたので無事シャワーカードを購入できました。車掌さんが時計をちらちら見て出発が迫っているというのに撮影がやめれない徹子でした。今回のお城はサンライズ瀬戸では一番後ろの8号車1番です。
サンライズエクスプレスの文字下のシングル平屋です。私のお部屋は赤枠の8号車です。さて、乗車いたしましょう。まず、車内にある自動ドアから入ります。通路の階段を上がっていくと、左右に2階シングル部屋が並んでいます。階段を降りると右側のお部屋が私の8号車1番のシングル部屋となります。入り口近くにコンセントがあって、姿見が壁にかかってます。右側に車内放送のスピーカー、テーブルにはプラスチックのコップがありました。使ったことはないけど、浴衣がついています。枕は少し固めでした。掛け布団はこんなものかな。ラジオサービスは終わっており、つまみを回しても意味はないのに回してしまいました。時計があって目覚まし機能もついています。アラームの設定が何時にしていたのかが気になります。6時30分ということは普通の方かな。日の出前になっていたらそれは鉄道が好きな方でしょうね。常夜灯は足元の照明スイッチ、室内灯は部屋の照明スイッチ、一番下のつまみはヒーターです。枕元には車内のご案内図があります。そしてプラスチックのハンガーが一つついています。ここからエアコンの風が出ています。閉じることも可能です。備え付けのスリッパもありました。マットの硬さはちょうどいいぐらいかな。右端にあるのが荷物置き場です。扉を閉める注意点は、しっかりと赤い位置までレバーが入っていること。このレバーがちゃんと入っていないと上にある鍵が閉まりませんので注意です。次はお部屋をロックする方法ですが、赤い位置までレバーを入れると、テンキーが緑に点灯します。そして好きな4桁の数字を打ってシャープを押すとロックされます。開ける方法は、先ほど打った4桁の数字を入れるだけでロックが解除されます。8号車の洗面を見てみましょう。左右に一つずつ洗面がついており、ハンドソープもあります。トイレも左右に一つずつついています。清掃が行き届いた洋式のトイレでした。片方だけでも女性専用トイレにしてほしいです。21時26分、寝台特急サンライズ瀬戸が高松駅を出発しました。これから9時間42分の寝台列車の旅を楽しんできます。行ってきます。寝台列車の出発していくシーンはなんかいいよね。ガラスが汚れていて、光が滲んで見にくいですが、ごめんなさいね。こちらが10号車にあるシャワールームです。シャワーを出せるのは6分間で、圧も弱いです。ドライヤーもありますが、これも弱くとても使いづらいです。男性なら6分間でも十分ですが、女性の場合、考えてシャワーを使わないと途中で切れちゃいますので注意ですよ。同じ10号車には小さいながらラウンジもあります。ここでご飯を食べたり、友達と会話を楽しんだりすることもできます。シャワーカードは20枚ほどの枚数しかないため、すぐに売り切れちゃいます。シャワーを浴びたいなら入線前に11号車乗車口で並ぶのがおすすめです。ドリンクの自動販売機も置かれていますが、種類も少なく、サイズも小さいので、乗車前に買っておくことをおすすめします。
22時23分、岡山駅に到着です。岡山駅では出雲市から来るサンライズ出雲との連結作業をするため11分の停車です。サンライズ瀬戸が先に岡山駅に入線し、サンライズ出雲が後から連結します。7両から14両になって東京まで運転します。サンライズ瀬戸が連結のため前面を開いた状態で待ちます。22時32分、サンライズ出雲が入線です。サンライズ出雲が到着すると一時停車し、係員が連結機のカバーを外しに来ます。そして前面が左右に開きます。準備が整うと連結作業の開始です。サンライズ瀬戸出雲の連結作業シーンはたくさんの人が列車から降りて作業シーンを見学します。まるでイベントのようです。はい、ドッキングしました。22時34分、サンライズ瀬戸出雲が岡山駅を出発しました。岡山駅を出発すると左手に車両基地が見えてきます。ここにはキハ40、47がたくさん止まっているんですよ。ピンク色のサクビ桜が止まっていますね。あとはたらこ色がたくさんいますよ。今度絶対乗車するぞ。8号車の後ろにサンライズ出雲が連結され、車内から移動できるようになりました。連結された渡り板が長くてなんか怖いです。普通の連結部はこんなに長くないですよね。大阪のビル群が見えてきましたよ。まもなく大阪駅です。せっかくのサンライズ瀬戸出雲なのでこのまま東京へ向かいたいと思います。私の住んでいる大阪では降りずに東京まで行くなんてもったいないと思いますが、降りる方がもったいないと思う私は根っからの徹子なのかもしれません。0時31分、大阪駅に到着です。大阪駅に入ると結構たくさんの方がいてびっくりしました。大阪から乗車する人がこんなにもいるなんてね。0時33分、大阪駅を出発です。大阪から東京の終電は需要があるのかもしれません。高速バスが安いのはいいけどエコではないので、夜行列車を復活してくれたらいいと思います。鉄道ならエコですしね。
夜の景色を見ながらの寝台列車はとても贅沢な時間を過ごしている気がしました。やっぱりいいな寝台列車。もう遅いので寝ることといたします。おやすみなさい。おはようございます。現在朝の4時56分です。まもなく富士川橋梁です。ここから富士山が見えるといいんだけど、曇りで諦めていただけに少し富士山の姿が見れて嬉しかったです。5時9分、富士駅に到着です。5時10分、富士駅を出発です。後ろに見えているのは JR 貨物東海支社です。左側に富士山が見え、右側に少し朝日の光が曇り空に映っていましたよ。10号車のラウンジに来ています。現在、小田原駅を通過中です。まもなく終着駅東京です。9時間42分の寝台列車の旅が終わろうとしています。いつもこれが最後の乗車と思っているので、乗れる機会があればこの先も乗車したいと思っています。7時8分、東京駅に到着です。ロックを外し、お部屋を出ることにいたします。狭いですが、この通路がなんか好きなんですよね。サンライズ瀬戸出雲から東京駅へ降りましたよ。7時22分、回送としてサンライズ瀬戸出雲が東京駅を出発しました。
ありがとうサンライズ瀬戸出雲。また会う日までお元気で。今回の寝台特急サンライズ瀬戸編はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。最後に上野動物園のレイレイに会ってきましたので、どうぞ。私はパンダが大好きで、会うたびにパンダの虜になります。また会いに来るね。